皆さんこんにちは、マルメトリップです。今回は2022年8月現在で行くことのできる海外の南国リゾートの状況について、新型コロナウイルスの入国規制や航空券およびホテルの料金相場をまとめてみます。今回は比較的日本から近いリゾート地としてバリ島、セブ島、ダナンの最高級5つ星ホテルとフライトを比較します。それでは早速見ていきましょう。まず各リゾート地の入国規制を比較します。下の表は3回のワクチン接種が完了している場合の入国制限をまとめたものです。今回取り上げるバリ、セブ、ダナンはワクチン接種証明の提示は求められますが、入国にあたって PCR 検査は必要ありません。今回の動画では取り上げませんが、ハワイ、プーケット等も同様のルールとなっています。またモルディブは観光客の入国にあたってはワクチン接種証明も必要ないようです。なお、ワクチン接種証明はワクチン接種を受けた地方自治体に発行してもらうことができますので、海外旅行をご検討されている方はご確認ください。私たちの場合は申請から2週間程度で証明書が手元に届いたと思います。なお、こちらの表は2022年8月現在の外務省海外安全ホームページの情報に基づいて作成させていただきました。実際にご旅行される方はご自身でも情報をご確認ください。次に日本に帰国する際の規制についてです。日本に帰国する際には3つの書類が必要になります。1つ目はワクチン接種証明です。こちらは先ほど観光地に入国する際に必要な書類と同じです。2つ目は現地出国前72時間以内の PCR 検査結果です。先ほど見た海外への渡航の際には PCR 検査が必要ありませんでしたが、日本への帰国にあたっては現地出国前72時間以内の PCR 検査が必要です。万が一 PCR 検査が陽性だった場合には日本に予定通り帰国することができませんので、現地に追加滞在する準備が必要になるリスクも想定して、現地では早めに PCR 検査を受けることをお勧めします。また現地に追加滞在する場合のコストが海外旅行保険等でカバーされているのかについても事前にご確認いただくことをお勧めします。3つ目の必要事項は MySOS です。日本帰国前にアプリをインストールし、ワクチン接種証明、PCR 検査結果等の情報を登録する必要があります。今回は2023年2月の海外旅行を計画してみます。2023年2月23日木曜日が祝日のため、2月24日金曜日と2月27日月曜日に休暇が取れた場合を想定し、基本的には2月22日水曜日夜のお仕事終わりに日本を出国し、2月27日月曜日に日本に帰国する前提で旅行プランを立ててみました。どの目的地も魅力的なホテルがたくさんありますので、今回は私が個人的に泊まりたいと思ったホテルを厳選してご説明させていただきます。まず最初にインドネシア・バリ島のホテルをご紹介いたします。最初にご紹介するバリ島のホテルはアヤナリゾート&スパバリさんです。こちらのホテルは大型リゾートが点在するジンバラン地区にあるバリ島でも有数な大型ホテルです。空港からも近く、車で約25分程度の距離にあります。こちらのホテルの広さ48平米のデラックスオーシャンビュールームに
大人2名で2月23日木曜日から3泊した場合のお値段は、宿泊のみのプランは約11万9000円、朝食付きのプランは約13万2000円でした。次のホテルはメリアバリさんです。こちらのホテルはインドネシア政府によって開発されたヌサドア地区にあるホテルです。こちらのホテルのプールに直接アクセスできる62平米のお部屋に大人2人で3泊した場合の料金は、朝食付きのプランはキャンセル不可の3泊の予約で約8万8000円でした。また滞在中のお食事お飲み物の料金が含まれたオールインクルーシブプランの場合、お値段は3泊で合計15万4000円でした。オールインクルーシブプランはお値段は高くなりますが、滞在中に気兼ねなくお食事お飲み物を楽しめる点は魅力的ですね。最後にご紹介するホテルはサマベバリビラスさんです。こちらのホテルも先ほどのメディアバリさんと同じヌサドゥア地区にあり、空港からは車で約40分程度の距離にあります。こちらのホテルの広さ265平米のプールのついたビラの料金は、朝食付きのプランが3泊で24万円でした。またこちらのホテルもオールインクルーシブプランを提供しており、オールインクルーシブプランの料金は3泊で合計約34万円でした。お値段は高くなってしまいますが、プール付きのビラは憧れてしまいますね。次にバリ島へのフライトですが、日本からの直行便は現在運休中のため、バリ島へは乗り継ぎ便を利用する必要があります。ご紹介させていただくフライトの一つ目はシンガポール航空のシンガポール乗り継ぎ便です。こちらは水曜日の夜22時55分に羽田を離陸し、7時間20分のフライトを終えてシンガポールに現地時間の朝5時15分に到着します。シンガポールでの3時間50分の乗り継ぎ時間の後、朝9時5分にシンガポールを発ち、バリ島のデンパサール空港に木曜日の午前11時50分に着くため、日本からバリまでの合計所要時間は13時間55分です。帰りはバリ島のデンパサールを日曜日の13時に離陸し、シンガポールには日曜日の午後15時40分に到着。乗り継ぎ時間は約7時間あり、日曜日午後22時45分にシンガポールを出発し、6時間35分のフライトを得て、月曜日の朝6時20分に羽田に到着します。シンガポールのチャンギ国際空港には手荷物預かり所もあるため、トランジットの時間を利用してシンガポールを楽しむこともできるそうです。スカイスキャナーを使って調べた際のフライト料金はエコノミークラスが7万円程度でした。また類似したスケジュールでビジネスクラスを利用した場合の料金は約31万円でした。次にご紹介させていただくフライトプランは、行きのフライトは1つ目のプランと同じですが、帰りのデンパサールの出発を遅らせています。デンパサールを日曜日の夜20時15分に出発し、シンガポールには夜22時55分に到着し、約15時間の乗り継ぎ時間の後、午後14時5分にシンガポールを出発し、羽田には夜21時40分に到着するプランです。こちらのプランですと、シンガポールでの滞在時間が十分にあるため、シンガポールをもっと楽しめそうですね。またデンパサールの出発便が夜になるため、ホテルをチェックアウトした後も夕方まで現地に滞在できる点も魅力的だと思います。フライトのお値段はエコノミークラスが7万円程度でした。移動時間を短くするフライトとしては、シンガポール航空とフィリピン航空を組み合わせたプランが見つかりました。こちらは水曜日の夜22時55分に羽田を離陸し、
シンガポールで乗り継ぎ、バリのデンパサール空港に朝9時55分に着きます。帰りは月曜日朝1時にデンパサールを出発し、フィリピンのマニラを経由し、羽田に14時に到着するプランです。こちらのプランもバリでの滞在時間が長く魅力的ですね。こちらのプランのフライトのお値段はエコノミークラスが13万円、ビジネスクラスが35万円でした。なおシンガポール航空は以前はシンガポールでの乗り継ぎのお客様に対してフリーシンガポールツアーを提供していました。2022年8月現在はコロナウイルスの状況を考慮して中止されていますが、再開された場合にはシンガポールの乗り継ぎがますます魅力的になりますね。最新の情報はシンガポール航空のウェブサイトをチェックしてみてください。次にフィリピンのセブ島のご紹介です。最初にご紹介するホテルはシャングリラ・マクタンリゾート&スパセブさんです。世界有数の5つ星ホテルグループのシャングリラさんがセブに構えるこちらのホテルはセブ島でも有数のホテルとなっており、広大な敷地にプライベートビーチやさまざまな施設を要します。ホテルはセブ島と橋でつながれたマクタン島に位置し、マクタンセブ国際空港からは車で約20分の距離にあります。広さ36平米、定員4名のオーシャンビューのお部屋に大人2名で宿泊した場合の料金は、朝食付きキャンセル不可のプランの場合3泊で8万8000円でした。次にご紹介するホテルはクリムゾンリゾート&スパマクタンさんです。セブ島でシャングリラさんと並ぶ高級ホテルであるクリムゾンさんはシャングリラホテルと同じマクタン島の東部に位置しており、空港からは車で30分程度です。こちらのホテルの広さ44平米のディラックスガーデンに大人2名で宿泊した場合の料金は、朝食付きプランの場合2月23日木曜日から3泊で8万円程度でした。こちらのホテルにはプール付きのお部屋等もあるようなのですが、残念ながら今回探した際にはお部屋の空きを見つけることができませんでした。もし見つけることができた方はプール付きのお部屋もチェックしてみてください。次にセブ島へのフライトですが、日本からセブ島への直行便は9月までは水曜日と日曜日の週2便が運航されています。10月以降のフライトは今回調べた際には毎日見つかりましたので、見つかったフライトをご紹介させていただきます。ただし10月以降のフライトも減便される可能性もあると思いますので、ご予約の際にはご留意ください。最初にご紹介させていただくフライトはフィリピン航空の直行便です。こちらは木曜日14時25分に成田を発ち、木曜日19時5分にセブに到着します。合計の所要時間は5時間40分程度です。帰りは月曜日7時50分にセブを離陸し、13時25分に成田に帰国する4時間35分のフライトとなります。お値段はエコノミークラスが11万円、ビジネスクラスが21万円程度でした。現地到着が夜、現地出発が朝になる点がデメリットですが、直行便のため移動時間が短い点が魅力的です。次にご紹介させていただくフライトは LCC のセブパシフィック航空の直行便です。こちらも先ほどのフィリピン航空のフライトとスケジュールは似ていますが、初日の現地到着時間が早い点が魅力的ですね。お値段はエコノミークラスが約10万円程度でした。最後にご紹介させていただくフライトはシンガポール航空のシンガポール乗り継ぎ便です。こちらの場合、シンガポールまではバリ島の際に紹介したフライトと同じ便を利用します。
水曜日の夜22時55分に羽田を出発し、シンガポールに翌朝5時15分に到着。6時間20分の乗り継ぎ時間の後、11時35分にシンガポールを離陸し、15時15分にセブに到着します。なお、セブへのフライトはスクートの便を利用しますが、スクートはシンガポール航空グループのため、日本からセブまでを同一航空圏での旅程として扱えます。帰りは日曜日の13時にセブを出発し、月曜日の朝7時半に成田に帰国します。こちらのプランの場合、シンガポールでの乗り継ぎ時の滞在時間が長く、行きは木曜日朝5時15分から11時35分、帰りは日曜日16時25分から23時55分にあります。シンガポールの空港等で楽しみたい方にはこちらのプランも魅力的ですね。お値段はエコノミークラスの場合11万円でした。またビジネスクラスの場合、帰りの日本到着時間が1時間早いフライト料金が26万円でした。続いてベトナム中部の都市ダナンのご紹介です。ダナンにもたくさんの魅力的なホテルがあるため、ご紹介するホテルに迷いましたが、今回は高級ビーチホテルが立ち並ぶグハンソン地区に位置するホテルを3つご紹介させていただきます。最初にご紹介するホテルはハイアットリージェンシーダナンリゾート&スパさんです。こちらのホテルはダナン国際空港から車で約20分、観光名所の一つマーブルマウンテンのふもとのビーチ沿いにあります。広さ42平米、定員3名のオーシャンビューのお部屋に大人2名で3泊した場合の料金は、朝食付きのプランの場合10万6000円でした。次にご紹介させていただくホテルはフュージョンマイヤリゾートさんです。こちらのホテルは高級ビーチホテルが立ち並ぶグハンソン地区の中でも特に人気が高いビラの一つです。ハイアットリージェンシーさんと同様、ミーケービーチ沿いに立地しており、ダナンのビーチリゾートを楽しめる空港から車で15分程度のビラです。このホテルの特徴はスパトリートメントが宿泊料金に含まれており、追加料金なしで1日に最低2つ、合計80分のスパトリートメントを受けることができます。こちらのホテルの広さ101平米のプライベートプール付きのお部屋に3泊した場合の料金は、朝食1日あたり80分のスパ込みで16万1000円でした。最後にご紹介させていただくホテルはシェラトングランドダナンリゾートさんです。こちらのホテルもミーケービーチ沿いに位置しており、ダナン国際空港からは約30分程度の距離にあります。広さ47平米、定員3名のプールビューのお部屋に大人2名で3泊した場合の宿泊料金は、宿泊費のみで9万6000円、朝食込みの場合には10万6000円でした。次にダナンへのフライトです。直行便は2022年8月時点では再開されていないようですが、ベドジェットエアは2022年10月末以降の直行便を手配することができるようです。予定通りにベドジェットエアの直行便が再開される場合、1つ目のフライトプランに記載させていただいた通り、往復直行便での移動が可能になります。行きは2月23日木曜日朝1時半に羽田を離陸し、朝6時40分にダナンに到着します。帰りは2月26日夜18時10分にダナンを出発し、月曜日の朝1時に羽田に帰国します。こちらのスケジュールでしたら、頑張れば月曜日からお仕事することも可能かもしれませんね。ただし、ベドジェットエアの直行便が再開されない可能性や
LCC に対するリスク等を考えてシンガポール航空を利用した2番目のフライトプランもご紹介させていただきます。こちらのプランは行きは2月22日水曜日の夜22時55分の羽田発、翌木曜日の15時40分にダナンに到着します。帰りは日曜日のお昼頃11時50分のダナン発、月曜日の6時20分の羽田着のフライトで、エコノミークラスの料金は9万円、ビジネスクラスの料金は約26万円となっています。最後にご参考として香港を乗り継ぎ地とする香港エクスプレスのフライトもご紹介させていただきます。こちらの場合はエコノミークラスの料金が約14万円でした。最後にこれまでにご紹介したホテルをまとめていきます。広さ約40平米程度のオーシャンビューのお部屋に3泊する場合の料金はいずれもキャンセルできるプランの場合、バリ島のアヤナリゾートさんは13万2000円、セブ島のシャングリラさんは11万円、ダナンのハイアットリージェンシーさんは10万6000円でした。広さ40平米から60平米のビラに3泊する場合の料金は、バリ島のメリアバリさんの場合は朝食付きプランは9万8000円、オールインクルーシブプランは16万3000円、セブ島のクリムゾンさんの場合朝食付きプランが8万4000円でした。さらに高級なビラに3泊した場合の料金は、バリ島のサマベバリビラスさんの広さ265平米のオーシャンビューのビラは朝食付きのプランは28万3000円、オールインクルーシブプランは40万円、ダナンのフュージョンマイヤリゾートさんの101平米のお部屋の場合、毎日80分のスパがつくプランは16万1000円でした。いかがだったでしょうか。今回は比較的日本から近いリゾート地としてバリ島、セブ島、ダナンのご紹介をさせていただきました。今回の動画がご評価いただけた場合、次回の動画ではハワイ、モルジブ等の他のリゾート地の比較、または予算を抑えたプランを比較することを検討しています。この動画が参考になった、もっと他の情報も知りたいという方はチャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。なお、ご紹介させていただいた料金等の情報は随時変化しますので、ご旅行を計画される方はご自身でも最新の情報をチェックしてください。また今回はかなり多くの情報を調べてまとめさせていただきました。誤った情報をお伝えしないように慎重にチェックさせていただきましたが、もし間違い等にお気づきの場合はコメント欄でご指摘いただけると嬉しいです。また今回ご紹介させていただいたバリ島、セブ島、ダナンのほか、ハワイ、プーケット、モルディブ等のリゾート地についてもおすすめのホテル等の情報があればコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。